皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は、ニコンのキャッシュバック、次の分なんですけどね、次の分のキャッシュバックに期待したいレンズ編です。いつもね、なんかキャッシュバックが始まると、キャッシュバックって言うとあかんのか？ニコンクリエイターズ応援キャンペーン。キャッシュバックっていうものが始まるときに、大体レンズも一緒よねっていう。カメラもレンズも大体対象になるやつ一緒よねと固定化されちゃってるよねってのがここ数回のニコンクリエイターズ応援キャンペーンを見ていて思うところがありまして、でもやっぱりその年数というかね、ある程度売れ筋から落ち着いたタイミングで追加されていくレンズもやっぱ都度キャッシュバックの時に今回はこのレンズカメラがキャッシュバック初登場ですみたいなちょっとした目玉がねやっぱりありますので、そういった目玉商品としてこのレンズがキャッシュバック対象になってくれたら嬉しいですよねみたいな話をしていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。早速画面切り替えておりますね。ニコンキャッシュバックに期待ニコール Z レンズ編という話で、ニコンクリエイターズ応援キャンペーンで登場してほしいとか、一回登場してたけどキャッシュバック対象から最近外れてるよねというものに対して再登場してほしいなというレンズを取り上げていこうかというふうに思っております。最近はね、このキャッシュバックに常に対象になっているレンズがある一方で、一回きりとか未だにキャッシュバック対象に入っていないレンズもありますので、ぜひ皆さんこのレンズがキャッシュバック対象に入ったら嬉しいなみたいなものをコメント欄で残していただけると嬉しいです。目次ですね。まず最近のキャッシュバック対象レンズっていうものを確認してみましょう。2つ目、再登場を待ち望む方も多い24120。これがやっぱ目玉かな。で、3つ目、2470も対象外になんでか知らんけどなりがちだよね。で、4つ目、新たな購買率の28400っていうのもキャッシュバックに入ると、また面白い展開になるんちゃうのかな。で、5つ目、DX ユーザー待望の人気ズームでね、1228とか18140あたりもキャッシュバックになるとみんな狙うんじゃないとかね。このあたりのお話をしていこうかと思います。18140って1回なってたから、私買うた時キャッシュバック使った気がするな。でもなんかこの前外れてた気がするなっていうところでちょっと話していこうかと。で、最後、6個目後書きですね。まず1つ目、最近のキャッシュバック対象レンズを見ていきましょうといったところで、最近は超望遠レンズやね、800mm とか 600mm とかそのあたりね含めて開放 F 値 1.2 35mm1.2S は新しすぎるのでもちろん対象外ですけども、 50mm の 1.2S とか 85mm の 1.2S とかね、で 135mmF1.8 の S ラインプレナとか、中望遠含めですね、ポートレートでかなり人気のレンズっていうのもキャッシュバック対象に最近は入ってます。で、直近ね、開催されたニコンクリエイターズ応援キャンペーンキャッシュバックには、Z マウント対応レンズとして単体ですね、800mm63 とか 600mm63 とかね、 600mmF4 とかね、400mm の 4.5VRS とかね、いわゆる超望遠組はもともとの値段が高いので、なので7万円とか3万円とか結構大きい金額がキャッシュバックになってますね。で、こちらですね、もうちょっとそれでもまだ高い部類やけど、大三元とかね、プレナとかね、例えば2万円キャッシュバックやったら142428とかね、70200の28とか100400超望遠のズームやね。で、180600も超望遠のズームやけど無印組ですね、一般レンズ S ラインではないやつですね。で、50とか85度 1S に 135F1.8 の S ラインのプレナ。このあたり、そのさっきの超望遠のもっと高いレンズに比べるとちょっとまだ手の届きやすい範囲ですけど、それでもやっぱり2万円ぐらいのキャッシュバックになっているよという形ですね。で、1万円のキャッシュバックはだいたい10万円から20万弱ぐらいかな、15万前後ぐらいのレンズが1万円キャッシュバックっていうのが特徴としてありますね。
1430の F4S ラインとか、1728の 2.8、28715の 2.8、70180の 2.8、気軽な 2.8 の無印ズームであったりとか、20243585、50を除いた 1.8S ラインシリーズ。130のプレナー 1.8 ではあるけど、ちょっと別ですよね。あとは MC105 の 2.8 の VRS とか。このあたりが1万円キャッシュバックになっているよというところですね。で、7000円キャッシュバックは、あれです、50の 18S があります。50の 18S ちょっと安いんですよ。他の18に比べるとね。なので、7000円キャッシュバックやし、私もね、よく持っていってる26の28。あとは MC50 とかね。で、5000円キャッシュバックはもうレンズそのものが3万円前後ぐらいかな。3万5千とかそのあたりかな。DX の24の17とか、28の28とか、40の F2 とかね。スペシャルエディション28は外れてますね。これは2025のスプリングキャンペーンのキャッシュバックの一覧、レンズだけの部分を引っ張り出しているものになりますという形ですね。で、参考としてリンクは貼ってますが、多分リンクこれ切れてるね、時期的にね。で、再登場を待ち望む方も多いニッコール Z24120 の F4 の S ライン。これです。やっぱりみんなが結構キャッシュバックの話題を出すたびにですね、24120が今回も入ってなかったかみたいなね、ちょっとがっかりするポイントになってますよね。量販店のサイトでも今回 Z52 かなの影響も含めてだとは思うんですが、Z レンズ、ニコンの Z レンズで調べると単焦点ズーム含めて常に上位に食い込むレンズっていうものがある程度固定化されていますよね。超望遠であれば180、600なんかは価格面から多くの方がね、求められているし、24120なんかもすごく人気で、70、200とかの第3弦も商業で取られる方にはすごく人気やしっていうところで、50mm の 18S とかも人気やしっていうで、 MC105 とかもマイクロレンズっていうともう2本しかないの2種類しかないので MC105 であったりとかね、1430なんかも人気やったりするし、大体レンズは固まってきていると。で、この2023年の冬やったかな、ちょっと記憶曖昧なんですけど、実は24120の F4 の S ラインって前キャッシュバック対象やったんですよ。実はみんな忘れてると思うけど、で今はキャッシュバック対象外になってます。人気だからか Z6-3 のレンズキットに採用されたからかはわからないですけど、対象外です。で、やっぱりこのニコンクリエイターズの応援キャンペーンが始まるときに24120また対象外かっていうね、気持ちになっている方も多いんじゃないのかなというところがありますね。これ Z6-3 と24120、これね、24120の F4 の S ね。このレンズがキャッシュバック対象になることを望んでいる方も多いレンズですね。で、メーカー側もあえてめちゃくちゃ売れているレンズを値引いて売る必要ないじゃないですか。定価のまま売れてくれるんやったらそらそっちの方が売り上げ立つしっていうところがあって、あえて供給難、それでね、キャッシュバックの時期に24120が今以上に売れてしまうと、在庫供給するのもなかなか厳しくなってくるやろうから、売れ続けている限りは24120をあえてキャッシュバックにする理由っていうのはあんまりないから、先延ばしするやろうなって。で、24120がみんなに行き渡ってあんまり売れんくなってきたら、お待たせしましたとか再登場みたいな形でまたキャッシュバックにするんちゃうかなっていうふうに思ったりもします。で、Z6-3 が出る前は24120ってあくまでレンズ単品勝負だったんで、1万円ぐらいやったんちゃうかな。15万前後ぐらいのレンズですよね、24120って。なので1万円ぐらいのキャッシュバックっていう風な記憶があります。広角端 24mm、24120なんでね、FX24 から、FX120 か。DX で180クロップしてしまうと、180相当ぐらいでズーム全域で描写力も素晴らしい F4 一定で撮れる S ラインっていうところでね、ものすごく人気です。で、広角弾24っていうところもあって、ナノクリスタルコートとかアルネオコートとかね、コーティング技術もかなりいいものが使われてますし、意外とこの最大撮影倍率 0.39 っていうね、倍であったりとか、最短撮影距離が 0.35 メートルとかね、クローズアップ撮影というか、大きく近づいて撮ることが意外とできるっていうのも一つの面白いというかね、魅力にもなります。意外と寄れるやんっていう。で、質量としては 630g ほどあるんですけど、
まあカメラにつけると決して軽くはないですよね。で、24120を使っていく場面ってなると、まあ、Z52 とか 6F7 とか89とかね、フルサイズ機が多いかなと思うので、まあ、ざっくり 1.23 キロからまあ2キロ弱ぐらいになったりする。なのでまあ決して安くもないし軽くもないし小さくもないズームレンズなんですけど、やっぱりレンズファンクションの搭載であるとか、なんかもう全体的にレンズとして完成度がかなり高いので、24120ってね、間違いなく資産になるレンズかなっていうふうに思います。なのでまあここまで来たらね、維持でもキャッシュバック対象になってから買うっていうね方も結構多かったりするので、24120のね登場は、まあ、かなり期待したいかなというふうに思います。Z6-3 のね24120とかでポートレート撮った時のレビューであったりとか、そういったものも参考に貼っつけております。これがまあ一つ目。まあ多くの方がせやせや24120待ってんねんっていうね。とか24120キャッシュバックいつなるかわからないからマットランドも買っちゃいましたわっていうね。方がいろいろいらっしゃるんじゃないのかなっていうのが一つ目。二つ目は、実は2470っていう標準ズームもなんか対象外になりがちじゃねっていう話なんですけど、気づいてました？多分皆さん意識してないから気づいてないと思うんですけど、2470の F4 とか2470の 2.8 ってどこ行ったんっていうなんでか知らんけどキャッシュバック入らないことが多いんですよ。不思議ですよねまあ2470の F4 の S ラインはまあ言うてもレンズキットに入ってたりするからね。 Z5 初代であるとか Z7 初代とかね。なのでまあレンズキットに採用されているものって基本キャッシュバックから外す傾向にニコンさんあったりするんで、それが理由かなって思うんですけど、これ Z9 に2470の28合ってる？ 2470 の28やね。 S ラインをくっつけた Z9 合ってるね。これくっつけてないね。これ Z9 やね。Z9 やね。Z9 に2470の28つけてるものですけど、まあこれも対象外なのはなんでやろうなって思っちゃいますよね。2470は対象外でも 142428 とか 7200VRS28 っていうのはキャッシュバック対象によくなるんですよ。だから2470だけ外されるっていうのはよくわからんなっていうところが、なんか原価高いんかな2470、どうなんやろうね。でレンズキットに採用されている F4S ラインならわかるけど2470はなんでかなっていうのが不思議です。ただあんまり話題にならないです。キャッシュバック始まりました。24120がまたキャッシュバックに含まれてないとかね。そういった話題は盛り上がるんですけど、2470の F2.8 がキャッシュバック含まれてないってあんま騒がれてたりしないので、まあ、これは人によるんかなっていうところ。2470の F4 もね。まあこれはもうキャッシュバックは別に1000でもね、お安くゲットできるね、方法があったりしますので、まあそういったところかな。あとは新しいレンズなんですけど、まあ次来るとしたらこの辺りかなって思ってます。高倍率の選択肢24200に対して28400ですね。で24200は今回 Z52 でもレンズキットに採用されてたり、キャッシュバック対象外です。でも28400っていう高倍率ズームも出てるんですね今。で時期的にも言うてもそこそこまあ時間経ちますし、24200はレンズキットに採用されている点前選びにくいと。でも28400はあくまで高倍率ズームとしての単品勝負ものになりますので、次のキャッシュバックの目玉として28400が入ってもいいんじゃないのかなっていうふうには思ったりもしているというところですね。約 14.2 倍便利すぎるね、高倍率ズーム革命っていうところで、科学 .com マガジンさんで私ウェブライターも対応させていただいてたりするので、こちらでも作例含め紹介してたりするレンズ、そろそろこの28400キャッシュバック来てもいいんちゃうのになーってね思ってたりもしますと。あとはですね、APS-C DX ユーザーですね。DX フォーマット対応カメラのユーザーさん、Z52 と ZFC、Z30、Z50 初代とかね、まあそのあたりなんですけど、まあ1228って未だにキャッシュバックならないですよね。私定価で買ったんですけど、発売してちょっと後ぐらいかな。なんか全然パワーズームの DX の1228は、
キャッシュバックに含まれないこのレンズですね。 DX の128めっちゃブレてしもとるけどスクリーンショットやから許してください1228やでっていうところですね。このあたり、あとは、今となっては数年経つんですけどキャッシュバックになってないと。なんでやろうなっていうところですね。でもめっちゃ便利なんですよ。Z30 のレンズキットに後々採用されてたりもするんですけど、広角端 DX12mm、18mm 相当か。で、28なんで 42mm ぐらいの間隔で撮れるっていうのはすごく便利やし、電動的にズームイン、ズームアウトがカメラ側でもね、できたりするっていうのはすごく便利かなというところです。もちろん動画にもいいんですけど、意外とスチールにも使えるよっていうね、ところもあったりします。で、もう一つは、18140ですね。これ前はキャッシュバック対象でした。 DX の18140で18140をキャッシュバックで、当時私 ZFC でなんか高倍率で持ち出したいなって、単焦点ばっかり ZFC 使ってるなってなった時にゲットしたものになります。で、今は Z52 のレンズキットに採用されました、新たにね。なのでレンズキットとして Z52 って1650とか50250っていうね、標準から望遠のズームレンズっていうものを用意してはいるんですけど、高倍率として、18140広角 27mm 相当ぐらいかな、 18mmDX から 140210mm 相当ぐらいで撮れるっていうものになりますので、今後もしかしたらこのレンズ18140ね、このレンズ 3.5 から 6.3 はキャッシュバック対象外になるのかなっていう感じもしますね。レンズキットとして採用されてしまった手前ね、気にはなります。で、個人的にはその購入時ね、あんまり予想してなかったんですけど、使い道とか活用方法が18140ってやっぱ高倍率便利なんで、もうこれレンズ1本で軽いんですよ。なんか 300g 台とか400弱ぐらいあったんで結構軽いっていうところもねありますので、一回買ってしまうとやっぱりレンズって資産なんだなーっていうのは思います。ほんまは ZFC 用にね購入してはいるんですけど、それが今となっちゃ Z52 とかでね使えているので、レンズは資産だなと改めて実感するところです。いかがでしたかね。結構淡々とキャッシュバックいつも固定化されてるよね。次のキャッシュバックニコンクリエイターズ応援キャンペーンではぜひこのレンズがキャッシュバックに入ってほしいなとか、そういった視点でねいろいろお話しさせていただきました。皆さんが逆にキャッシュバック対象になってほしいレンズ、もっと幅を広げ視野を広げるとカメラ含めてね、このカメラ、このレンズが次のキャッシュバック対象の目玉として再登場であったり初登場してほしいなというものがあれば、ぜひ YouTube コメント欄に残していただけると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。あとは、写真集作っております。ジマチューブセレクトと言いましてですね、写真集作っております。こちらですね。ボリューム1、2、3、4を作っておりますので、概要欄にリンク貼っております。ぜひね、興味ある方チェックしていただけると嬉しいですし、オンラインサロン、ジマチューブコミュニティ運営しております。こちらもね、概要欄にリンク貼っておりまして、日頃ね、SNS でカメラとか写真に関するお話であったりとか、あとは、次に1本ですね、私からですね、ご提出いただいているお写真に対して回答させていただくメンバーさん限定のフィードバック動画であったりとか、半年に1回の合同写真展へのお誘いであったりとか、写真撮影を続けていく上でのモチベーションを維持ね、アップし続ける役割を担っているのがオンラインサロンになりますので、写真集オンラインサロン興味ある方はぜひ概要欄にリンク貼っておりますのでチェックしていただけると嬉しいです。で、チャンネル登録、高評価、コメントはもう無料でできる応援ボタンなので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。こんなところかな。キャッシュバックに期待するレンズ、皆さんぜひコメント残してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。